感じかな。おお、早っ。こんにちは、ポテトです。こちらもデータもつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、スピード測定やっていきたいなと思います。ということで、2026になってですね、スピード環境になっていきましたよというところで、以前ですね、ドリブルスピードについてやっていたんですけども、今回はダッシュですね、単純なダッシュのスピード、ここをやっていきたいなと思います。で、今回もね、細かくいっぱい見ていきたいんですけども、なかなかね、難しくてですね、今回も最高速がどれぐらい速くなったのか、これをね、中心に見ていきたいなと思います。かなりね、ドリブルスピードも速くなってたんで、期待はできるんじゃないかなと思います。まずは測定方法ですね。測定方法は以前と同じような形になっていきます。一番ね、端っこのところからですね、iPad に動きを記録させた状態でダッシュをしていきますよという形になっていきます。で、このペナルティエリアの端っこから端っこ、ここでね、何秒かかるのか、これを見ていきたいなと思います。1秒間60個まで測定をしてきましたよという形になっていきますね。で、今回使っていく選手がですね、ベイル、メッシ、ネイマール、この3人でね、ちょっと比べていきたいなと思います。で、ベイルに関してはですね、105、スピード105ですね、ビッグタイムの105で瞬発用も99になってますよというところ。メッシに関してはですね、担い手メッシですね、スピード104、それで瞬発101になってます。で、ネイマールに関してはスピード100で瞬発を99という形になっていますね。この3人で比べていきながらね、違いが出るのかとかも含めて、あとは今の現環境のね、最速がどれぐらい速いのか、これを見ていきたいなと思います。検証に入る前にですね、以前の検証ではどうだったのかってところも一回おさらいしておきたいなと思います。今年の3月ぐらいにね、検証してるんですけども、105の時はですね、なんと4秒33コマ。これがね、最高速という形になりました。4秒33コマですね。なので、この4秒33コマが最高速なんだというのを念頭に置いた上でやっていきたいなと思います。で、以前のとこで言うとね、99以上っていうのかなに関しては、最高速はそんな変わんない形になってましたから、今回はどうなのかなとかね、そのところも見ていきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。まずはベイルからですね。ベイル、スピード105、そして瞬発99です。レディーゴー。どんだけ速くなるのかなって感じはしていますが、いきなり速いな。やっぱ速いっすね。27も出ましたね。28、27とかがこの辺り最高速になってくるのかなと。105ですからね。はい、この時点でまず6コマ、7コマとか速くなってくのかな。それはめちゃめちゃ速いね。はい、というところで見ていただきました。この時点で6コマとかね、そんぐらいになっていくのかなというところですかね。じゃあメッシ見ていきましょう。メッシもね、104ですからね。瞬発101ですから、29コマ速いっすね。やっぱでも30は切ってくるのかな。そんな感じかな。速っ。25？ 早っ。25は早すぎるでしょ。だって8コマ速くなってない？最高。26出るわ。でも以前よりなんかちょっとブレは大きい気しますね。今までのね、検証、スピード検証、ダッシュ検証っていうのかな、ダッシュ測定で言うとね、ブレってめちゃめちゃ少なかったんですけど、大きくなってますね。この時点で最高8とか速くなってますね。いやー、めっちゃ速いな。じゃあちょっとネイマール見ていきましょう。ネイマールはスピード100ですね。なので、この中ではね、ベイルから25速っ。ネイマールでも25出ましたね。ベイルからしたらスピード5も低いんですけどね。でも30も出る。30が遅いわけじゃないんですけどね。30でも速いんですけどね。速いんだけどってことですね。なるほど。でもスピード100でも105より速い。もしかしたらベイルもね、測り続ければもしかしたらそれ同じぐらい出るのかもしんないですけど。はい、見ていただきました。ということで、少なくとも30コマは切る形になっていきますね。なので、どんなに遅くても3コマ以上は速くなってるのかなというところ。で、最高で言うと8コマ速くなってますね。これは相当あるね。で言うと、あとはブレの大きさはちょっと今までよりは大きいかもしれないですね。今まではね、1コマ前後ぐらいのやっぱ差はあったかなっていう感じはあったんですけど、
今回5コマぐらいですかね。5コマ以上ぐらいのやっぱ差がちょっと最大でね、出てるという形になりますから、以前よりはちょっとブレは大きくなってきてるのかなというところですかね。なのでちょっと何が大変かって検証する本数はね割と多めにしとかないとちょっとブレっていうのが分かりにくいかもしれないなとは思ってたりしますかね。はいというところでねでも少なくともめちゃめちゃ速くなってるのは分かりましたねそりゃ速いわけだって感じなんですけど、ではですねここでもう一つねちょっと気になったこともあったのでやっていきたいなと思います。以前ねドリブルスピードもやったんですけども瞬発力がねかなり影響しているような形になってましたよってなりましたので、じゃあ今度はこのダッシュに関しても瞬発力が関係あるのかこれを見ていきたいなと思います。まずはベイルから瞬発力84までね下がっていきますよという形で、これでねどうなるのか。スピードは105でも瞬発力は84まで下がってますということで見ていきましょう。でもでもちょっと遅くなってる気もするんですけど、でも29か。微妙に遅くなってんのかな。さっき30なかったからな。でもブレといえばそれぐらいなのかもしれないですが、気持ち下がってる感じもしますね。次メッシ見ていきましょう。メッシはね瞬発力91まで下がってると、そこまで下がんないですね。メッシに関してはもともとが高すぎるんでね。でも27か。でもメッシそんな変わんないっすね。瞬発力が低くなっ91だから結構高いからそんな変わんないのかもしんないですね。じゃあネイマール見ていきましょう。ネイマールは84まで下がってますね。これもベイルと同じ。でも26個まで出てますね。26個まで出てるってことはそうか。30はさっきも出てたからそしたらそんな変わんないのかもしんない。むしろ99だったことを考えると15とか下がっていてそんなに変わってない。1コマ2コマぐらい変わってる可能性はあるかなぐらいですね。瞬発力はめちゃめちゃ影響あるかっつったらそうではないかもしれないですね。少なくとも15下がって1コマ遅くなってるかなぐらいだから、もしかしたら最初のダッシュし始めの1歩か2歩かが若干影響あってその後はあんま影響ないから1コマぐらいだけ差が出たっていう可能性はあるはあるかもしんないけど、いずれにしてもですね15とか下がって1コマだからそんな気にする程度のレベルではないのかもしれないというところは言えるかなと思います。単純なダッシュに関してはね実際の試合中で言ったらね右行ったり左行ったりいろいろ旋回したりするんで大きく影響してくるのかもしれませんねというところですかね。はいというところで分かってきたんで今日は結論です。2026になってスピードは最大8コマ速くなったとします。はいということで見ていただきました。いや8コマは結構ですね1歩分ぐらいかな遅くなってる速くなってるですねいう形ですね。以前の25から考えるとねそりゃ速いわって感じですね。で瞬発の影響っていうのはちょっと微妙なラインではありました。単純にまっすぐ走るということだけに関してで言うとめちゃめちゃ影響があるかと言われるとねそうでもないのかなと。ただゼロとは言い切れないそんなレベルなのかなと思いましたね。いやこれが分かっただけでもかなり面白いですね。ちょっと今後またいろいろ細かく見ていきたいなと思います。数値ごとにね見ていきたいなと思います。であとあれですねディフェンスセンスがでも瞬発が影響しなかったってことはディフェンスセンスもそんな影響しないのかな。ちょっとまたねちょっと見てやっていきたいなと思いますので見ていただけたらなと待っていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。ちょっとまとめておきたいなと思います。最高速に関してはだいたい8コマぐらいね速くなっていきましたよということが一つで、もう一つは以前に比べてちょっとブレがね検証のブレが測定のブレが大きくなったよ。だから走った時によってねちょっとね結構差が出てくるかもしれない。で毎回同じスピードでね走れてないのかもしれないなというところが一つ。瞬発力に関してはねただただまっすぐ走ることだけに関してで言うとそこまで影響ないのかもしれない。この3つをね今回は押さえていただけたらなと思います。はいというところでいかがだったでしょうか。皆さんもね使用感どうですか。やっぱ速くなってますかね。ぶち抜きをやっぱよくされるようなイメージ印象あるんですけどね。はいというところでまたちょっとねこの辺はまたいろいろやっていきたいなと思いますので、またこういう場合どうなんのとかねこうなったらどうなんなとかねぜひ気になったらコメントで教えてください。今日はねとりあえず最高速がどうだったのかだけを確かめたかったので今日はこれで終わりたいなと思います。ということでまたこの動画良かった参考になった面白かったなと思った方で高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで昨日の動画これで終わりたいなと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。